1948年に生まれまして、今現在76歳。おそれで絵描きとして今活動してますけど、彫刻も作ります。一応彫刻家とは言ってないんだけど、いわゆる画家ね、いわゆるペインターっていうか、それが、彫刻もしてるという感じで、で若い頃から画家になりたかったんだけどね、今のところ実現してます。子供の頃なりたいと思って、実現できる人はなかなかいないですね。本当だね、ものすごくラッキーかもしれない、アンラッキーかどうかよくわかんないけどなるほど。でも僕が見た作品展示会とかの、ほとんどは彫刻のものなんですけど、なるほど。なんか彫刻と絵、どっちの方が多いですか？ほぼ同じ半々、50%50% ね、ただ絵描きだから、つい絵の方はなんていうかな、メインワークというか、メジャーワークになっちゃって硬くなるね、で彫刻の方はリラックスして、その分が逆に作品としてはいいのかもしれないね。なるほど。今回は公安線でいうプロジェクトの中に高木さんの、なんていうだろう、作品が見てすごく合うなと思って、ついにありがとうございます。置かせてもらって、例えば今後ろに見えるこのうさぎのテーマの彫刻品としては、どういう、いつから始めましたか、このシリーズは？うさぎのシリーズはもう48年前から、もう30代の前半ぐらいからね。なんかきっかけがありましたか？生き物がもともと好きなんだけど、私のような東洋系の人間は、アニミズムって分かりますか？いわゆるみたいですね。どんな世界にも命が宿ってるという自然の中にもね、そういう心の背景があって、それが自分のアイデンティティになるんじゃないかっていうのがまず最初で、でやっぱりちっちゃな生き物だったけれども、たまたま家に来たからね、その子たちを見てるうちに、なんか作品にしたらいいかなと思ったのがきっかけですね。なるほど。でその時住んでた家は野生のウサギが来てたってことですか？いやいや、もうそれこそペットショップで買ってきたちっちゃなパンダウサギがね、いたんですけどね、でペットを飼う趣味はなかったんだけど、メインになったのは犬なんだけど、それはやっぱり捨てられてた犬を拾ってね、でそういう子たちが合体したのかな。だからウサギがモデルになってそれを再現したっていうわけじゃない。なるほど。でただ生き物それぞれの中で命ね、その中にウサギがよっぽど多いかなと思います。確かに耳が長いと見ると、どこの国の人もウサギだと思うよね。確かにそういう意味ではいわゆる共通言語っていうのを要するに通じ合うじゃない、最初のスタートで。これ何だろうっていうよりはいいかもしれないなと思ったのね。耳が長くて柔らかくて、それが人の話を聞くとか意味があるかな。それはね、見る人がそういうふうに解釈しても構わない。それとか子供がいっぱい生まれるとかね、いわゆるラッキーな雰囲気だよね。よく人のことも分かるしとか。なるほど。アンテナみたいだもんね。感度が高い。そう。そしてウサギのテーマの中に体がそれぞれが違って、それもどういう流れでこの体の形が考えていますか？っていうか体の形は基本的には人間だね。人間っぽい感じ、人間そのものではないけど、だからハイブリッドになってるね。ウサギの頭に人間の体みたいな。これを見ると人間でも見えないから。これはもう人間の体じゃなくて木だけどね、板だけど、だけどここに年輪があるじゃない。何個あるか分かんないけど100歳だよね、この木はきっと。もっとかな。僕これ気に入ったのは、ただ一本の木じゃなくて3つの輪がありますね。そうだね、偶然だけど偶然の中にこのカンポゼーションがきっとこの木が見てこういう並び方、こういうふうに生えてるね。多分木の
別れようとしたところで切られた部分じゃないかと思います。でこれね、もしウサギの頭がなくてもね綺麗だとは思うけど、頭があるとなんかもうちょっとよく見えるよね、ここが。見えやすくなる。まあ僕が見るとなんか心、丹田、このそういう丹田、いろんな体のエネルギーを感じてしまう。これもなかなか宇宙っぽい。本当だね。銀河だとかね、星のような世界だね。それでとてもこの作品がなるほど。さすがインテリ。アートについてもうちょっと広く話したいんですけど、アーティストと自分が呼ばれないですか？呼びないですか？自分では自分のことはアーティストとは思っても言わない。なぜですか？ペインターとか絵描きっていうのは言えるの、でもアートっていうのはジャンル関係ないと思ってるわけ。どんな世界にもアーティストがいると思ってる。あなたはいわゆるペインターではないけど、心の中ものの考え方はとてもアーティスティックだと思うよ。ありがとうございます。だから要するにアートって何がいいかっていうとね、かっこいいからじゃなくて、一番人間的なことだと思うの。一番人間的なこと。人間だからこそできる感覚っていうのが、機械にはなかなかアーティスティックな気持ち、インプットなんていうの、このプログラミングはできるかもしれないけれども、内側から涙がふわっと出てきたり嬉しくなったり元気が出たりするのはやっぱりこういう生き物だからじゃないかと思うんですね。で他の動物は、おそらくこういう手を使ったり目を使って何かやるっていうことよりも別の生き方してると思うの。で人間の場合は幸いなことに目と、ね、耳と手とかいろいろ使えるものがあるから、だからそこで自分が生きてるっていうことを実感できるんじゃないかなと思うんですね。だからアートの命っていうのはやっぱり命だと思うわけ。勢いっていうかこう伸びていこうとかの中に命っていうのは何がすごいかっていうと滅びることがあるから、最後は滅びるじゃない。滅びったって全部消えちゃうわけじゃなくてこう循環してるでしょ。もし消えなかったらさ溢れちゃうもんね、人間。プラスチックのもう山みたいになっちゃってさ、命っていうのは消えるから価値があると思う。その生きることと、死ぬことに対する感情、生きてることをすごく大事にしようとするじゃない、いつか消えるから。でも消えるっつったってね、風船がパーンとなって消えるのとは違うから。それがアーティストの気持ちで。そうですね。なるほど。でアートのまた重要なことは連続性だから、つながっていくこと。それについて例えば作品のテーマをつないでいく、それがもっと広めにアートの人の心の中にもつながるように。で我々には必ず親がいるじゃない、ね、子供はいない人はいるかもしれないけど、自分がここにいるのはこの先があったからなんでね。でアートも同じ、何かのこうスタイルというかそういう美術の世界がいろんな形でやってきてここまで来てるわけ。突然変異はないのよ。まあ連続性っていうのはありがたいことだなと。川が流れていくようにね、つながってこそ意味があるっていうか。確かに。まあこの家もだいぶ昔のオーナーが何代も言ったんですけど、まあ変わってついになかなか僕みたいな人がやっとこの家がリノベーションして新しいそう、これが連続性なのよ。別に直径じゃなくたっていいわけ。もしかしたらこの所は多分いろんななんていう貴重品が置かれたところがありまして、今日はこれからこの土木さんのアートを置くようになります。ありがとうございます。それも連続性ですね。いや、そう。ありがとうございます。本当にこれからこのアートに通して来るお客さんたち何が感じるか、新しいインスピレーションが気持ちができるか楽しみにしております。それとね、これはものだけれども、愛されないと残んないわけ、つながんないわけ。人の優しさだとか大事にしようとか好きだなっていう気持ちがないと残らない、ゴミになっちゃう。であなたはここに愛情を注いだわけよ。これからも注いでいこうとしてるわけ。
ありがとうございます。本当によく、チーム内にも共有する、すごい、なんていう、ダサいと思われながら、まあ、愛を自分の作る、まあ、サービスもそうだし、空間もそうだし、何でも、ね、愛を注君の顔の中に愛がいっぱい溢れてます。本当かな。いや、本当で、いい顔してますよ。ありがとうございます。じゃあ、これからどういう体験できるか。そうね、一緒にね、私はあなたより年上だけど、若いあなたに期待してますよ。ありがとうございます。じゃあ、はい、どうもありがとうございます。Okay, thank you.